はい、どうも、こんにちは。新生活の準備が必要になってきた今この季節に予算別のおすすめゲーミングノート PC についてお話ししていきたいなと思っております。実はですね、このシリーズ2023年ぐらいから撮ってまして、もう今年で4回目になるかなと。23、24、25、26、4回目ですね。最初にね、はっきり言っておくんですけれども、今年だいぶ厳しいです。もうね、年々価格が上がってきてまして、やっぱね、パーツの高騰でね、仕方ない部分もあるんですけれども、それこそね、最初の頃はですね、もう10万円台のモデルとかも紹介できていましたし、結構ね、いいモデル出てたんですけれども、今もうそれね、できないです。はい。で、正直ですよ。もう15万円台クラスも今かなり厳しくなっていまして、本当に今このタイミングでゲーミングノート PC を検討されている方はですね、もうね、予算は最低20万円ぐらいからと考えていただければなと思っています。はい。いや、きついよね。で、一応ね、今回その中からでも、これならまだマシかなって思えるような、20万以下のモデルもね、ピックアップはしてはいるんですけど、でもやっぱり長く使うのであればですね、20万円以上のモデルで、もうよく言えばね、予算が許すのであれば25万から30万円クラスのものを見ていただければなとは思いますので、ぜひね、それを念頭に置いて、見ていただければなと思います。あと、もう一つね、前提お話ししておくんですけど、こちらのチャンネルでご紹介しているモデルはですね、基本的に15インチ以下のモデルをですね、推奨しております。やっぱり、ノート PC は持ち運ぶことがね、第一の目的なのかなと思っていますので、なのでやっぱ持ち運ぶことを前提に考えている方向けの動画にね、したいなと思っています。で、自分の経験上ですね、過去いろいろ使ってきているんですけど、やっぱ持ち運べるギリギリのサイズって 15.6 インチかなと思っていまして、予算の都合で今回ね、16インチのモデルとかも出てはきているんですけど、正直優先度は低いかなと思っていますし、個人的にベストはですね、やっぱ14インチなんですよね。で、正直に17インチとかのモデルとかもね、17インチ、18インチとかのモデルも画面大きいからいいじゃんと。用途によってはそれをね、いいパターンもありますけど、それを買うぐらいならね、もう持ち運ばない前提で、デスクトップの BTO パソコンにする方がね、よっぽどいいかと思いますので、その辺もやっぱりですね、用途に合わせてしっかり選んでいただきたいですし、この動画ですね、その選択にちょっとでも役に立てれば嬉しいかなと思っていますので、ぜひ最後まで見ていただければ嬉しいです。ではね、早速画面見ながらお話ししていきたいと思います。まずは15万円クラスのところからお話ししたいと思います。で、正直、おすすめではないです。ないです。はい。なんですけど、もし予算の都合でどうしても15万円ぐらいまでしかやっぱり予算としては厳しいよという方に向けてですね、これであればまだなんとか戦っていけるっていうところをね、ご紹介できればなと思っています。まず一つ目がこちら、ASUS さんのゲーミングノート PC、TUF ゲーミングの A15FA506NCQ というモデルですね。15.6 インチのモデルで、RTX が3050、AMD Ryzen 7 170が搭載されたモデルになっていて、SSD は 512GB、メモリも 16GB とていまして、リフレッシュレート 144Hz のモニターが搭載されているモデルになっています。で、こちらがですね、3000シリーズということで、グラフィックの性能自体はですね、もう2世代前のものにはなってしまっているんですが、今回新生活のセールでですね、安くなっていまして、14万円で購入できるというところに関しては、かなりコスパの良いモデルになっているかなとは思っています。で、動画編集って書いてありますけど、ギリギリかなっていう印象ではありますね。そして2つ目がですね、ちょっと Amazon のページでなくなるんですけど、ガレリアさんのですね、ノート PC になりますね。ガレリアの RL7C-R355N というモデルでございます。セールとかにはなってないんですけど、15万円になっているので、ここも一応上げさせてもらいました。インテル Core i7 の13世代の 13620H が搭載されていて、グラフィックボードに関しては RTX3050 となっています。で、メモリが 16GB あって、SSD が 500GB となっていますね。正直なところで言うと、これもね、そこまでおすすめではないです。これ、確か仕様がですね、USB の Type-C が 3.2 の Gen2 で、データのみになっているので、PDQ で見たいようなんですよね。なので、
別途重たい電源アダプター持っていかなきゃいけないので、かなりですね、かさばります。そういった意味でも、このモデル、一応ね、予算的にここ15万円だったので、紹介はしてるんですけど、そこまで、って感じですね。はい。で、3つ目が、じゃあその中で15万円台の中でですね、一番これがいいんじゃないかなっていうところが、ここですね。ASUS さんのゲーミングノート PC。これね、ROG とかタフゲーミングじゃなくて、ASUS ゲーミングっていうブランドの方の V16 っていうモデルですね。の V3607VU というモデルで、16インチなのでちょっと大きいモデルにはなるんですが、実はこれ RTX の4050が搭載されていて、しかもインテルはね、Core i5 にはなっちゃうんですが、210H が搭載されていて、メモリも 16GB ありますし、SSD がなんと 1TB ありますので、かなりね、実用性はあるんじゃないかなと思っています。で、なおかつ重量がですね、2キロ切っていますので、かなり軽量モデルにはなっています。画面占有率が 89% ということで、ほとんどね、画面というところで、ボディのサイズ自体も、16インチではあるものの、かなりコンパクトにまとめてくれてるモデルかなと思いますので、15万円台の中では一番これがおすすめなんじゃなかろうかなと思っています。自分だったらこれにするかなって感じですね。で、ちゃんとですね、USB の、ここ 3.2 のPD 給電対応モデルになっていますので、USB Type-C のモバイル充電器がね、使えますので、本体と重たいアダプター持っていかなくて済むので、持ち運ぶっていうところではギリギリ許容できるんじゃないかなというところでご紹介させていただきます。ここからがですね、20万円クラスのものをですね、ご紹介できればなと思います。一つ目がこちらですね。また ASUS さんのゲーミングノート PC でタフゲーミングシリーズですね。の F16、FX608JMR という16インチのモデルになっています。ちょっと16インチね、続いちゃって申し訳ないんですけど、こちらがなんとですね、5060シリーズが搭載されていまして、で、インテルの Core i5 の 14450HX と、i5 の14世代ではあるんですけど、性能的にもまだまだ十分な性能があるモデルでして、しかもですね、メモリが 32GB ありますので、動画編集とかにも結構耐えれるんじゃないかなというふうに思っています。SSD はね、512GB ではあるんですが、このタフゲーミングのモデルってね、M.2 の SSD一つね、増設することができるんですよ。今ね、SSD 高くなっちゃってるんで、予算は少しプラスになっちゃいますけど、後で増設することもできますので、その辺、これはね、かなりいいモデルになってるかなと思っています。最近のね、ASUS さんのゲーミングノート PC はね、基本的にここ PD 給電対応してくれていますので、もちろんこのモデルも対応できていると。そして、10万円台2つ目がですね、で、またね、ガレリアさんのモデルになります。今度は、LR7CR56 の 5N というモデルでして、Intel Core i7 の 14650HX という14世代のモデルと、あと RTX の5060、最新の5000シリーズですね。これが搭載されているモデルになっています。でメモリも 16GB 一応ね、ありますし、SSD は 500GB となっております。で、なんでこれをここに載せてるかというと、このモデルからですね、PD 給電にね、対応してくれてるんですよ。なので、このモデルっていうところも選択肢に入れてもいいのかなという判断ですね。はい。でそして3つ目が、また ASUS さんのゲーミングノート PC に戻りまして、タフゲーミングの A14FA401UH というですね、ここでついに14インチのモデルになります。正直ですね、私が一番おすすめしているゲーミングノート PC はこれです。はい。もうここの段階で出てきちゃいましたね。A14 っていう14インチのモデルがね、やっぱりね、使い勝手いいんですよね。で、このモデルに関してはですね、RTX 5050のモデルにはなるんですが、CPU に関しては Ryzen 7の260が搭載されていますし、メモリも 32GB、かつ SSD も 512GB と。で、さっき言った通りね、SSD は増設できますので、これはね、かなりバランスいいんじゃなかろうかと思っていますね。セールでちょっとね、安くなって25万円で購入できますし、であと、もうちょっと予算出せるよっていうであればですね、この5060モデルの方ですね、タフゲーミング H の FA401UM の方ですね。
こっちもかなりおすすめです。30万近くなっちゃうんですけど、ちょっと出してもいいんだったらこっちはおすすめしたいところではありますね。かなりね、このタフゲーミング A14、自分も今ね、これ使っているんで、A14 かなりおすすめです。もちろんね、PDQ でも対応していますね。こんな感じでね、見た目もすごいシンプルですし、やっぱ軽量、コンパクトっていうところがね、長く使っていくっていうところではかなりおすすめできるポイントになりますし、あと、排熱の処理とかもね、結構冷えてくれるんで、熱くなりすぎないっていうところもね、個人的にすごく使い勝手がいいなと思っている。この冷却システムね、かなりいいので、そういったところもね、おすすめできるポイントになってるかなと思います。で、次がこちらですね。MSI さんのサイボーグ15。モデルと B2RW というモデルになっていまして、こちらがグラフィックボードが RTX 5060が搭載されていて、しかも Intel Core i7 の 240H が搭載されています。メモリはね、16GB にはなっちゃってるんですが、SSD が 1TB ありますし、リフレッシュレートも 144Hz のディスプレイついていますので、これもかなりね、バランスのいいモデルになってるんじゃないかなと思っています。ここまでね、やっぱ出せれば、性能的にもね、ゲームだったりとか、動画編集、その他諸々の用途っていうところでもしっかり使えるのかなと思っていますね。で、もちろんね、USB の PD 給電と対応しておりますので、持ち運びっていう面でもね、いいかなと思っています。20万円台のところ、ちょっともうね、30万に近くなっちゃってきてはいるんですけど、もう一つね、ここ、レノボさんのレギオンシリーズのゲーミングノート PC ですね。レギオン 5i、Gen 10の 15.1 インチのモデルでして、これがね、インテルウルトラ7 255HX が搭載されていまして、で、メモリも 32GB ありますし、SSD も 1TB となっていて、重量が 2kg 以内という形で、かなりね、これもバランスのいいというか、結構コスパいいんじゃないかなと思っています。255HX ってね、結構いい CPU でして、かなりこのノート PC の中でもいいモデルになっています。もちろんね、この PDQ で対応しているインターフェースあります。しかもね、これ見てください。OLED 液晶なんですよ。これすごいよね。WQHGA の OLED 液晶なんで、リフレッシュレートも 165Hz ありますし、これ29万円で買えるんだったら結構いいなと思いました。MSI さんの刀シリーズの15インチのモデルですね。HXB14WFK1061JP というモデルで、税込み価格で28万円のモデルになっていますね。で、Core i7 の 14650HX、16コア24スレッドの CPU で、RTX5060 のモデルになっていますね。で、16GB かつ SSD も 1TB と。これもなかなか良いモデルになっているかなと思います。結構ね、刀シリーズは以前の動画とかでご紹介した時にこれどうですかみたいなコメントもいただいたモデルではあるので、なかなか人気も高いモデルになっている。デザインとかもね、含めて人気のモデルになっているので、今回もちょっとご紹介させていただきました。でもスペック的に言うとどうかな。レノボのレギオンの方がいいかもな。ほぼ同じ値段で、こっちはね、OLED 液晶になるので、画面がね、反射してほしくない、ノングレアの方がいいっていう方はね、こちらの方が良いかもしれないですね。30万円台のモデル1つ目がこちらになります。ヒューレット・パッカーズさんのオーベンシリーズですね。こちらの14インチのモデルがございますので、こちら結構おすすめになるかなと思います。値段がね、もう32万円ぐらいからとなっていますので、ちょっとね、高めではあるんですけど、グラフィックの性能でしたりとか、RTX もね、5000シリーズから選ぶことができますし、CPU もね、Intel Core Ultra 7の 255H が使えますので、ハイスペックなモデルになってるかなと思います。メモリは 16GB にはなるんですけれども、ディスプレイがね、2.8K の OLED ディスプレイになっていますので、そういった意味ではね、かなり映像はめちゃめちゃ綺麗にね、見えるモデルになってるかなと思いますね。で、予算積んでいけばね、さらにスペック高いものも選ぶことができますので、そういったところでも選択肢があると。またね、注意していただきたいのが、ちっちゃいコンパクトなモデルになればなるにつれて、どうしても排熱性能っていうところは、大きいモデルに比べるとね、やっぱ劣ってくる部分があるので、あんまりハイスペックすぎるとですね、熱の問題が出てきたりとか、あと、PDQ 電ってね、電力消費数のワットが足りなくなっちゃうとか、そういう問題が出てくる可能性もありますので、この辺に関してはバランスの良いモデルを選んでいただくのがいいのかなと
個人的には思っています。そして、こちらまた MSI さんのゲーミングノート PC、刀シリーズのモデルですね。HXB14W。で、これが RTX 5070の、Core i7-14650HX。で、メモリも 30GB で SSD1TB となっているモデルですね。で、これ同じく30万円のモデルではありますが、5070が使えるというところはかなりね、ポイント高いのかなというところですね。はい。で、最後にですね、もう一つだけご紹介させてください。それはね、こちらなんですけど、ASUS さんのゲーミングノート PC、ROG Zephyrus G14 というモデルでして、型番で言うと GA403UM というモデルですね。これはね、やっぱり、なんだかんだやっぱおすすめできます。グラボについては RTX 5060のモデルになるんですが、なんと CPU がですね、AMD Ryzen 9の270が搭載されているモデルになっていまして、メモリもね、32GB ありますし、SSD も 1TB となっていますので、かなりね、ハイスペックなモデルになっています。で、14インチっていうところで持ち運びはすごくしやすいっていうところがね、かなり個人的には良いモデルだなと思っています。でしかもディスプレイがですね、これ14インチなんですけど、16対10っていうちょっとね、縦長のディスプレイになっているので、それこそ、Excel とかね、仕事で使うような作業において、ちょっとやっぱり縦のね、長さが欲しいなっていう作業あると思うんですけど、ちょっとね、長くなっているので、使いやすいモデルになっています。でしかもね、OLED モデルになっていますので、画面も綺麗ですし、色域DCI-P3 も 100% カバーというところで、かなりね、色鮮やかに綺麗な画面が使えますので、ここはね、ぜひ予算が許すのであれば、おすすめしたいモデルになってるかなとは思いますね。で、たださっきもちょっとお話ししたんですけど、一応ね、5070のモデルもね、38万ぐらいになっちゃってますけど、あったりします。ただ、これに関してはね、ちょっと注意事項もあったりして、個人的にはそこまでおすすめできないかなと思っているので、それの詳細はね、動画をこちら見ていただければと思うんですけど、もし選ぶんだったら、この5060モデルの方がいいかなと思います。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。毎年ね、やっていて思うことは、もう年々ね、値段が上がってきていて、おすすめするモデルもすごく限られてくるというかですね、なかなかね、その2、30万ポンとやっぱ出してくださいっていうのを言いづらくなっちゃうので、個人的にはもっと安いモデルをね、探したいなとは思ってはいるんですけど、ちょっとそうも言ってられない、スペック的な面でね、そうも言ってられない状況にはなってきていて、それこそ中古の型落ちモデルだったりとか、グラフィックボードが載ってないね、ゲームがほとんどできませんよみたいなモデルとかになっちゃうので、10万円台とかで購入するとなるとですね、それはね、やっぱ本末転倒というか、やりたいのにできないっていうのは、せっかく買ったのにっていう後悔するね、要因になりかねないので、そういった意味で今回ねご紹介しているところ、できれば20万円以上っていうふうにお話ししてるのは、せっかくねゲーミングノート PC を買うのであれば、動画編集だったりとかゲームとかをね楽しんでいただきたいっていうところもあるので、そこがちゃんとできるスペックっていうところでご紹介をねさせていただきました。それこそやっぱり個人個人のね予算に合わせての話にはなるので、否定するわけではないですけど、その選択がやっぱ後々ね後悔することにつながるのであれば、事前にねお伝えしておいた方がいいかなというところなので、ぜひそういったところも検討材料に一つにしていただければなと思います。はい、こちらのチャンネルではですね、こういったゲーミングデバイスのお話でしたりとか、あとは撮影機材等々のお話をしているチャンネルでございます。もしよければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また、コメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。なんかね、もしこんないいモデルあったよみたいなところがあれば、ぜひ教えていただければ嬉しいです。というところで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。